皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日点検する現場は華健製薬株式会社、証券コード4521です。こちらの会社、事後資本比率が非常に高くて配当利回りも高い有料高配当株として気になっている方も多いのではないでしょうか。足元の業績が落ちているみたいだけど買っても大丈夫なのという疑問にお答えすべく、しっかりと現場の裏側まで点検していきます。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。我々の基本ツール、のんびり点検シートで現在の数値をサクッと確認しましょう。配当利回りは 4.58%、 基準の 3.0% をクリアで合格です。稼ぐ力を示す ROE は 9.41%、 基準の 10% にはわずかに届かず不合格ですが惜しい水準です。会社の貯金箱の硬さ、つまり倒産しにくさを示す自己資本比率はなんと 82.6%、 基準の 50% を大きく上回り文句なしの合格です。利益のうちどれだけを配当に回しているかを示す配当成功は 52.0%、 基準の 50% をわずかに超えていますが、後ほど説明する手厚い還元方針を踏まえれば問題なしと判定します。全体として非常に頑丈な貯金箱を持った高配当銘柄として初期点検は合格です。続いて事業内容の点検、稼ぎの柱についてです。華健製薬がどうやって稼いでいるのか、事業の柱を点検します。最新の第3四半期累計の売上576億円のうち、メインの薬業が557億円で全体の 96.7% を占めています。残りの 3.3%、 19億円は不動産事業です。稼ぎの柱である薬業では爪の水虫の薬クレナフィンや多汗症の薬エクロックなど皮膚科や整形外科といった特定の領域に特化しています。広く浅くではなく特定の専門分野に絞ることでお医者さんや患者さんのニーズを深く理解し、日本初世界初の画期的な新薬を生み出しているのがこの会社の強みなんです。次に業績の軌跡点検、過去5年の推移を見てみましょう。ここ数年、実はこの会社は大きな試練を迎えていました。主力の薬の特許が切れるパテントクリフと呼ばれる現象や薬価引き下げの影響で2021年に177億円あった営業利益が2023年には79億円まで大きく落ち込みました。しかし、ただ指をくわえて見ていたわけではありません。海外企業との提携やアメリカの RD 社の買収、さらにはジョンソン&ジョンソンなどへ自社で開発したお薬の権利を貸し出す導出を積極的に進めました。その結果、権利の貸し出しによる一時的な収入などが入り、2025年3月には売上高940億円、営業利益210億円と V 字回復を見せています。苦しい時期を乗り越え、新しい種まきの成果が実り始めているストーリーが見えてきますね。それでは財務の深掘り点検、会社の健康状態を見る貸借対照表 BS の点検です。最新の総資産は1764億円、そのうち会社の体力ともいえる現金が458億円積み上がっています。一方で銀行からの借金である有利子負債は約38億円あります。借金はあるものの手元の現金が負債の10倍以上あるため、財務の安全性は全く問題ありません。そして絶対に返さなくていいお金の割合を示す自己資本比率は 82.6%。 これはもう分厚い鉄板で作られた絶対に壊れない鋼の貯金箱を持っているようなものです。少々の不景気や新薬開発の失敗があってもびくともしない安心感があります。次は還元姿勢の点検、配当と配当成功についてです。気になる株主還元の姿勢も点検します。過去5年間、利益が落ち込んだ厳しい時期でも1株当たり150円の配当を意地でもキープし続けてくれました。そして2025年3月には特別配当も含めて一気に190円まで引き上げています。さらに心強いのが、会社が長期経営計画を見直し、2024年度の配当金額である190円を今後の下限にすると公式に宣言していることです。これに基づき、今期2026年3月の予想配当もしっかりと190円で設定されています。利益が出た時だけ配当を出すのではなく、配当成功 30% 以上、総還元成功 50% 以上という手厚い還元ルールを定めており、株主への還元意欲は非常に高いと評価できます。続いて
直近決算と将来目標についてです。しかし直近の2026年3月3日の第3四半期決算を見ると、営業利益が前年比で 97.8% 減の5億円と大きく数字を落としています。これを見て危ないんじゃないかと不安になる方もいるでしょう。実は主力品である爪の水虫の薬クレナフィンの特許切れの影響が今まさに業績に響いています。先発品の代わりに同じ成分で価格が安いジェネリックへの置き換えが進んでおり、これが足元の減収の大きな要因となっています。ただ減益のもう一つの大きな理由は未来への先行投資です。遺伝性血管性浮腫の薬や炎症性腸疾患の新しい抗体医薬などの開発権利を海外企業から次々と獲得しており、そのための契約一時金を支払ったことで研究開発費がドカンと増えているんです。会社は10年間で2600億円という巨額の戦略投資を行い、2031年には営業利益285億円を目指すロードマップを引いています。特許切れの痛みを乗り越えるため、今はしゃがんで新しい薬という未来の果実にしっかりお金を使っているフェーズだと言えます。続いてチャート需給点検です。現在の株価は4145円付近です。目先の利益が落ちているため PER は68倍と割高に見えますが、会社の概算価値を示す PBR は 1.08 倍とほぼ底値圏です。また信用倍率も 1.09 倍と将来の下落圧力となる信用改ざんも少なく、需給もバランスは非常に良好です。最後に結論です。科研製薬は主力薬の特許切れの影響による売上減と次世代の新薬を獲得するための積極的な投資により足元の利益は大きく落ち込んでいます。しかし 82.6% の自己資本比率と借金の10倍以上の現金という鋼の体力がそれを支えています。そして下限190円という会社からの強い約束と今期予想190円から来る安心の配当利回り 4.58% をもらいながら、新薬開発の成功や海外進出という未来の成長をじっくり待つことができる長期投資向けの優良銘柄だと言えます。高配当をもらいながら会社の成長をのんびり応援したいという方には十分に買いを検討できる水準ではないでしょうか。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったという方はぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。それでは皆様、本日もご安全に。